素人なので教えてほしいんですが、羽田がサイバー攻撃でも親しいんですが、サイバー攻撃でどうして麻痺ですか？ JAL がなんかサイバー攻撃されて、予約システムと荷物の預け入れシステムがダメになったっていうことだと思うんですけど、どうなのかっていうのは発表がないのでわからないんですけど、多分データベースの更新ができなくなったとか、そういう感じだと思います。バックアップに戻さなければいけないので、バックアップに戻すにしても結構データベース自体がでかいので、戻すのに時間がかかるので、戻している最中の間は新しい更新とかは一切できないので、結果として荷物の預け入れができないみたいな感じになるんじゃないかなと思います。最近コインチェックじゃないか。DMM か。DMM が480億円ぐらい仮想通貨で盗まれた事件っていうのがあって、それがどういうふうに起きたのかっていうのがなんかどっかのニュースにあったんですけど、北朝鮮の人がやりましたっていうので、リンクトインで DMM の社員に対してコンタクトを取って、そこでソフトウェアを送って、そのソフトウェアを起動したことによって、社内ネットワークに入れるようにしてっていう形でやってたりするので、構造的には多分そういう感じになると思うんですけど、やっぱ480億とかってお得ですよね。いや、真水で外貨で480億円取るって考えると、下手に一生懸命事業をやるより、ハッカー、クラッカーを育てて、海外から金を取るっていう方が、多分北朝鮮儲かるんですよ。純利って考えるとね、仮想通貨で480億円取ったら、もう大体480億円利益なんですよ。でも、ユニクロが480億の利益を上げようと思ったら、多分ね、4800億円ぐらいを世界中で売らなきゃいけないんですよ。でも4800億円のものを売るためにコットンを買ってきて、で、それをこう工場で糸にして、綿にして、で、それをこうデザインに合わせて縫製して、縫って、で、それを単価に乗せて出荷して、世界中の各種のユニクロという店舗で店員さんが売って、で、そのお客さんがレジ持ってレジで払って、クレジットカードの手数料払って、っていうので、4800億円売って、ようやく純利で入るのが480億円なんですけど、DMM の社員1人騙して480億円ファーッと取れるんですよ。だから国の利益で考えると、産業を作るよりも、クラッカーとかハッカーがそうやった方が絶対利益あるよねって思うんですよね。なので、国を豊かにするというのは、どう外貨を稼ぐかなんですよ。日本って石油を買わないと回らない国なので、外貨を稼がなければいけない。で、外貨を稼ぐにはどうすればいいか。外国から盗めばいい。っていう。この北朝鮮の思想はね、北朝鮮の国民を幸せにするという意味でいくと正しい。多分今でも北朝鮮はずっとハッカーとクラッカー育てた方がいいよねっていうことになってると思うんですよ。で、結局仮想通貨で盗んだものを取り返すというのができないし、DMM から480億円取ったことに関して、国連で何かがあって北朝鮮に対して非難決議が出るかというと出ないんですよ。なので、やったことに対するデメリットがゼロなんですよね。で、コストとしては北朝鮮のハッカー、クラッカーの人の人件費ぐらいなんですよ。そう考えると、これはどんどん増やした方がいいよねっていう結論になると思うんですよね。そういう意味でいくと、他の国もやるんだったら、日本もそれやった方がいいんじゃねえのって思うので、なので、どちらかというと僕はハッカーとかクラッカーというのは、きちんと金をかけて国が育てた方がいいんじゃないかなというふうに思ってたりします。はい、ハッカーとかクラッカーを育てると、防御能力も上がるんですよ。攻撃能力と防御能力は一体なので、こういう攻撃の穴を見つけるということは、この穴を埋めれば防御能力が上がるよねってことなので、攻撃能力が高い人たちを育てると、防御能力もどんどん上がっていくんですよ。なので、北朝鮮よりは日本の方が金あるので、めちゃくちゃお金使って攻撃能力の高い人と防御能力の高い人というクラッカー、ハッカーを日本で育てるというのが長期的にやればいいんじゃないかなと思うんですけど。いや、これ逆なんですよ。AI はね、こういうの下手なんですよ。結局 AI って基本的には過去にやったものが統計的に確率論で正しいものを出すというものだったりするんですよね。なので、他の誰にも思いつかなかったものというのをやるというのはあまり得意ではないんですよ。ただ AI でもうブルートフォースみたいな形で大量に攻撃してどれか当たったらいいよねみたいなのをやるだったらありなんですけど、結局今回の DMN のやつもリンクトイン経由で人間がコンタクトを取るっていうやり方なんですよ。で、これはね、AI 向いてないです。人間がこういう感じで連絡が来ますよ。で、今回じゃあリンクトイン経由で連絡が来て、アプリケーションをクリックしてしまいましたっていうのが分かったので、そうすると人間はそれに引っかからなくなるんですよ。なので、過去の人がやってないやり方を試して、それでうまくいった場合に成功するって話なので、統計的にうまくいったものをうまく利用するっていう AI とはちょっと相性が悪かったりします。これ、ビットコインが流出したとかってそういうこと？最近、その仮想通貨系の証券所でも、ビットコイン流出あんまないと思いますか？あ、DMM ビットコイン流出したんだ。482億円が不正流出。マジで？お、すごいね。どうやって全額保証すんの？482億もキャッシュなくね？
取り付け騒ぎにならない？どういうことだ？流出してるけれども、それ自体が使えないようにしてるって、時間が経てば回収できるっていう、そういうことなのかな？さすがに、キャッシュで482億円もないと思うけど。だからとりあえずそういう発表しといて、安心だよねという形で取り付け騒ぎが起きないようにしてるっていうことなのかな？いやー、厳しいと思うけど、そうなんだ。すごいね。仮想通貨の証券取引所はね、リスク高すぎるんですよね。某ブラジルっていう会社で仮想通貨の証券取引所をやろうかみたいな話を社長の竹中さんとしたことがあるんですけど、480億円が儲かるんであれば、犯罪に10億円かけても全然得するんですよね。例えばじゃあ仮想通貨の証券取引所を作りました。で、作って役員を全員さらって脅すのが5億円かかりますって言っても5億払ってもいけねえってなっちゃうんですよ。日本の会社ってやっぱりスタッフってある程度頑張れば顔わかるんですよ。こういう CTO の人がいますよとかって平気で顔出してるじゃないですか。じゃあそこの家族をさらってきて、パスワード教えなかったら家族順番に殺すぞっていうと、こっそり情報をくれる人は何人かいると思うんですよ。そういう感じで情報セキュリティどうなってんのって調べて、じゃあこのパスワードをこっそりどっかでなくしてくれたら、後の方全部やるので、誰が情報を流出したかわかんないし、あなたの家族も安全ですけどいかがですかっていうのをやると、多分できると思うんですよ。必要経費もね、奥そんなかかんないと思うんですよね。っていうのがあったりするので、リスク高すぎるから、これってやっぱやっちゃうよねっていうのがあって、これは無理だなっていうので、僕ら諦めたっていうのがあるんですけど、そういう意味でやっぱ仮想通貨取引所ってやっぱリスク高すぎるんですよ。リアルの株式とかってクラッキングされました。株の取引がキャンセルになりましたって言っても、最終的にはじゃあ証券会社経由で証券取引所の方のデータっていうのが漏れてなければ、例えばじゃあ SBI 証券とかだったら、SBI 証券の個人が持ってる口座のお金をどこかの口座に送金するぐらいしかできないんですよ。でも銀行に足ついちゃうので、じゃあ銀行に10億円送金しましたって言っても、じゃあそこって凍結させようみたいなのってその日のうちにできたりするんですよね。実際じゃあ10億円を今度じゃあどっかに振り込もうと思ってもオンラインではできないので、支店に行ってこの10億円を別の口座に振り込みたいんですって言ったら、なんだこれっていうのでやっぱりチェック入ってしまうので、現金を他の証券会社とか銀行から取ったとしても、なかなか手元に自分の使えるお金として持ってくるのってすごく難しいんですよ。でも仮想通貨の場合って足がつかない形で口座に移して、それをちょっとずついろんなところで下ろすっていうのが結構できちゃったりするんですよね。だから前にも仮想通貨が盗まれた時に、多分この後起こることとして、めちゃめちゃ大量の口座にいろいろ通貨ばらまきまくりますよっていうのを僕言ったと思うんですけど、で、その通りになったんですよ。全然普通の人も含めて大量に仮想通貨をばらまいてしまうと、全員逮捕しましたって言って、逮捕してみたら全員普通の人っていう可能性があるんですよね。商売してますとか、ツイッターとかで仮想通貨の口座これですとか書いてる人いるので、そこら辺の人が100人ぐらいにバーって仮想通貨をばらまいて、全員逮捕するわけにいかないじゃないですか。多分2回目、3回目とかになると、そのうち調査されなくなるので、3回目ぐらいに自分の口座に書くみたいな。っていう感じでいくと、割と捕まらないで、それなりに大きな金額を動かすって結構できちゃったりするんですよね。っていうのがあったりするので、仮想通貨周りはやっぱりちょっとハードル高いんじゃないかなと思うんですよね。石油会社や食肉会社がサイバー攻撃を受けたという報道をたびたび目にするんですが、このようなサイバー攻撃はセキュリティを強化するなどして防げるものではないでしょうか。防げません。サイバー攻撃をした犯人を特定することは不可能なのでしょうか。不可能ではないと思いますけど、かなり難度高いです。サイバー攻撃を防ぐことができるっていうのが誤解なんですよね。防げることもありますと。今の大体大きな会社のシステムとかって、一人の優秀な人が全体の設計をすることができないんですよね。例えばじゃあ大きな会社でソニーグループとかになると、ソニーグループの中でプレイステーションの認証サーバーを作る人もいれば、ソフトウェアをダウンロードするための仕組みを作る人もいて、いろんな人たちがいろんな仕様を組み合わせた形で会社のサービスっていうのができてるので、どっかに穴があっても気づかなかったりするんですよ。超優秀な人が一人が作ってて、最新のセキュリティホールとか OS のバグとかっていうのを全部把握してますって人が完全に仕様を作って、その人がコードを書いてれば完璧な仕組みっていうのは理論上可能なんですけど、残念ながらもう最近のシステムってでかすぎちゃって一人じゃ手に負えないので、いろんな人が関わると仕様を間違えるやつとか、各コード自体を間違えるやつとかっていうのが出てきて、穴がどっかに出ちゃうんですよ。システムの穴がなくなるっていうことはもう規模が大きすぎて無理なんじゃないかなと思うんですよね。なので基本的にはどんなシステムでも穴があるし、個人情報は流出するものだと思ってた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。ひろきさんこんばんは。ハッカーのことを聞きたいです。映画では国のシステムを乗っ取るとか、国同士を戦争させるとか、
核兵器を勝手に発射するとかってありますよね。現在のハッカー技術でどこまでできるのか教えてください。あとひろゆきさんはハッカーみたいなことができますか。クソ野郎がシステム作ってると割とできると思うんですけど、核兵器は間に人間が入ってるのでできません。核を発射するボタンっていうのを大統領がアメリカだと思ってるんですけど、そもそもあのボタンを押して暗号を承認した後にお付きの軍隊の人が直接電話をするっていう仕組みがあるんですよ。ボタンを押したらそのままボーンって発射されるんじゃなくて、暗号を解く機械を大統領が打ち込むことによって大統領自身が核兵器の発射を承認したよねっていうのをまず確認するのと、報告するのは人間なんですよ。なので残念ながら核兵器の発射はアメリカはできないですね。システム的にどこまでつながってるかって話で、本当に全部インターネット経由でつながってるのであれば、どっかにファイアウォールに穴とかあると割と操作できるんですけど、大体の兵器ってインターネットつながってないんですよね。インターネットで全てつながってそうなものでいくと、カナダの発電所が暴走したのがロシアのハッカーがやったんじゃないかって言われていて、オイルを運ぶパイプラインだっけな、パイプラインの圧力かなんかをロシアのハッカーが勝手にいじってぶっ壊れたみたいなのもあるんですけど、なので軍事系って敵がいて攻撃されるっていうのが前提になってるので、インターネットとつながってないことが多いんですけど、なので日本も地方自治体とかの個人情報データみたいなやつっていうのは基本的にインターネットつながってないみたいなのがあったりするんですけど、民間の場合って結構インターネット別に便利だからつないじゃえばいいじゃんとか、リモートワークで家から働かなきゃいけないじゃんっていうのがあるので、電車を止めるとか電気を止めるとかガスを止めるとか、そこら辺のインフラ系は結構ちゃんとやれば穴があるんじゃないかなと思います。はい。ちなみに僕ができるかって言われると、すげえ時間かけていいんだったらできる可能性もありますけど、セキュリティ法理を探すってマジめんどくさいのでやりたくないが正解ですね。例えばその鍵で4つの数字を合わせると開く鍵ってあるじゃないですか。基本的にハッキングってあれなんですよ。4つ合わせたら開くよね、1万通りあるよねと。1万通り試せば必ず開くんですよ。ハッキングどうやってやるのっていうと、これって1万通り開けられれば入れるよねってなると、1万通り試す。そうするとどれか1個で必ず開くじゃないですか。っていうのの積み重ねなので、解いてくださいって言ったら時間をかければいつかは必ず解けるんですけど、めんどくせえからやりたくねえっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に抜きになります。